自ら足を動かしてる？世界に誇る日本技術、春で、脳性麻痺、肢体不自由2歳児が、初めて足を動かした日。感動、感謝、一生忘れない。自分の体を思うように動かせない？私たちが当たり前のようにやっていることが、息子にはできませんでした。ああ動かして、こう動かして、いっぱいやりたいことがあるはずなのに、それが実現できない。ずっともどかしい気持ちでいたと思います。親としてできることなら、力になりたい。親として、体を動かす体験をしてほしい。愛する息子のために、そんな希望が実現しました。こんにちは、こんばんは。動画を見てくださりありがとうございます。ポンコツママのイケアチャンネルです。今日は、世界に誇るジャパンテクノロジー、装着型サイボーグ春について、同じような悩みを抱えている方に知ってもらうために、どんな製品で、どんな体験ができるのか、解説していこうと思います。名前も聞いたことがない、こんなテクノロジーがあるんだ、肢体不自由児の希望。この日は、私にとっても、息子にとっても、本当に大切でかけがえのない時間になりました。あなたに笑顔を届けられる、そんな内容になればいいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは私の息子に関することですが、息子は生後数日で原因不明の心肺停止になり、低酸素性虚血性脳症になりました。当時医師には、臓器提供も考えてみてください。と言われました。しかし、自発呼吸や意識、対抗反射等、人間としての基本的な機能を失いましたが、息子の可能性を信じ続け、少しずつ回復し、今では自発呼吸が出てきて、意識もあるように感じられ、目もわずかながら見えてる反応を見せてくれるまでになったんです。そんな息子は一生寝たきりのままなのか？自分の体を動かすことも一生できないのか？どこかに希望はないのか？私にできることはないのか？探し続け、巡り合ったのが、春という装着型サイボーグでした。装着型サイボーグ、春という名前を聞いたことがある人は、どのくらいいるでしょうか？あまりいないかもしれませんね。春は、英語の、ハイブリッド、アシスティブ、リムの頭文字を取ったもので、別名、ロボットスーツ、とも言われています。春は、身体機能を改善したり、補助したり、拡張、再生することが可能な、世界初のサイボーグ型ロボットで、茨城県つくば市に本拠地を置く、サイバーダイン社が開発した日本初の世界に誇る、ジャパンテクノロジーなんですね。世界で唯一のテクノロジーです。でも春はどうやって動くの？私たち人間が体を動かそうとした時には、脳から神経を通じて筋肉に信号が送られます。足を動かせ、腕を動かすぞ、みたいに体感することはできませんが、体の中で指令が送られています。春は装着する人の体表にも出てくる、微弱な、生体電位信号、というものを、皮膚に貼ったセンサーで検出して、その人の意思に沿って、体を動かしてくれます。春で体が動く仕組みを簡単にまとめると、1、脳が筋肉に信号を送る。2、春が信号を読み取る。3、その意思に沿って春が動く。4、脳神経系のつながりが強化される。最後の脳神経系のつながりの強化というのは、人間の体は、脳からの指令によって、脳、脊髄、運動神経、筋肉へと伝わり、体が動きます。そして、体が動くことで、筋肉、感覚神経、脊髄、脳への信号が再度戻ります。つまり、春を装着することで、体が動き、それが脳神経系のつながりの強化や、調整になり、身体機能の改善や、再生が期待されるんですね。非常に幅広い分野や、症状に対応している春。この春は大人や子供にも使われています。それが、脳性麻痺の、肢体不自由児の息子、2歳児が体験することができた。この素晴らしい経験につながっているんです。本当に嬉しかったですね。息子は、これまで自分の意思で体を動かす、ということができませんでした。特に曲げる動きというのは、ほとんど見たことがなく、あっても突っ張るような足の伸び程度だったんです。でもその息子が、この春を使うことで、親や、先生の呼びかけに対して、自発的に反応して、答えてくれるようになりました。息子の意識はどのくらいあるのか、自我はあるのか、言葉を理解しているのか、今までずっと定かではありませんでしたが、今回、この春を使ったことで、しっかりできている、言葉に合わせて、足を曲げ伸ばしできている、ということに感動を覚えました。2歳の脳性麻痺、肢
肢体不自由児の息子にできた、同じような悩みを抱えているお母さんや、お父さんもいると思います。どうにかしたいけれど、何をすればいいかわからない？そんなあなたの役に立つのではないかと思い、この体験をシェアさせてもらっています。世の中のテクノロジーの進化は、ものすごいスピードで発展しています。私たちが予想、期待するよりも、さらに先を行っています。もう希望はないかな？と、諦めたらそこで全て終わりなので、この春のように、私たちの周りには、いろんな可能性や、希望がたくさんある、ということを知ってほしいです。あなたは一人ではありません。一人で悩むのはやめましょう。今日も最後までご視聴していただき、ありがとうございました。